私自身は、ずっと入社以来イメージングの仕事をしてきて、写真の分野なんですけども、そこから2005年に映画フィルムの商品化、エテルナの商品化を担当ということで、その中でも世界中の現場の声を吸い上げて開発製造に届けるでいい商品に結びつけるという営業技術の仕事をずっと担当してきました。フィルムってネガイメージポジイメージってあるんですけど、やっぱりネガ見てもちゃんと頭の中でポジになりますからね。もうっていうぐらいやっぱりフィルムどっぷりですよね。懐かしいですね。何年ぶりだろう。ここはですね、この研究所の中で現像プリント撮影すべてできたんですね。でそこでいくつかテストしたフィルムがまだ残ってます。足柄の地が全世界に映画フィルムを供給する元になっているので、新しい商品も全てここで開発したので、映画の真髄って言ってもいい場所ですね。懐かしいですね。これはエテルナの開発をしていた時のテストフィルムです。ちょっと見てみましょうか。もう映ってる映ってる。懐かしいな。これはテストシーンですね。フィルムはいいですね。やっぱり生で色がわかるというのが最高です。やっぱりエテルナならではの発色、エテルナならではの回調がやっぱ今こう改めてフィルム見ても感じられますね。やっぱフィルムの力ってすごいなと思います。いや、この本は覚えてますね。このからなんか見た記憶が、1967年発行。この書庫と同じように私たちの研究成果のずっと収めてある書庫もあるので、どういう乳剤開発をしました、どういうハロゲン化銀を開発してきましたと、そういうところもあって、やっぱり原点に帰ってみようっていう時にはこの書庫に来てヒントをもらう。こう映画のメンバーもこの図書館には来てましたね。富士フイルムはこの映画の技術をずっと大事に商品を作り続けてきて、一旦映画フィルムは止まりましたけど、この映画で培った技術、映画への思いっていうのはこれからも続けていくべきだと思っています。GFX エテルナ55です。当社初動画専用映像制作カメラです。映画用フィルムでエテルナというフィルムを出してまして、それが我々が出した最後の映画用フィルムになるんですけれども、それを継承するという形でエテルナという名前を付けました。私自身も実は映画フィルム売ってたことが過去にありまして、当然それをディスコンしてしまったというところも経験してますので、自分の中でもいつかはやはりその映像制作の世界に戻っていきたいなという思いはずっとありました。でその一方でデジタルカメラを担当するようになって、静止画中心のスチールカメラだったんですけれども、その中で動画性能をどんどん磨いてきたという歴史がありまして、その技術と色再現と、それから我々の持っているレンズの力、それが組み合わさって皆さんに十分使っていただけるレベルまで来たんじゃないかというふうに思いまして、いよいよこれを
エテルナという名前を象徴として出しまして、市場に出していきたいなというふうに考えました。 GFX エテルナ55の最大の特徴は、やっぱりセンサーサイズですね。この 44×33mm で、名前の通り対角が約 55mm と、この大きさのセンサーは、他に世の中にないものなので、ここがやっぱり一番特徴かなと思ってます。いつか、このセンサーを持ったカメラが映像制作用カメラになったらみたいなのがどっか頭の片隅にあって、ようやくこの日が来たという感じです。色って実は機械で測れるんですよね。測色って言って、じゃあ測色通りに作るのが正解なのかっていうと、こういう映像制作のところではそうではないと我々は思っていて、空の色であったりとか緑の色であったりとかスキントーンであったりとか、そういったいろんな要素のバランス、心地よいと感じるバランスっていうのは実は測ったままそのままの色じゃない。それがフィルムの時代から我々はお客様の話を通じて培ってきた、そういったノウハウをふんだんに詰め込んだのがもうこのカメラ。それはフィルムシミュレーションもそうですし、ログ動画もそうです。フィルムの魅力を知っている、フィルムが何を大事にしてきたかを知っている、それを受け継いできて、それをデジタルにできるのは富士フィルムの強みだと思います。白井さん久しぶりだな。平野さんお久しぶりです、ね、エテルナの聖地へようこそ。来たよ聖地に。もう10年以上会ってない感じですね。だね、懐かしいな。ここでエテルナを作ってたんだもんね。そうですね、で今も白井さんはここが仕事場ですよね。そうですね。今でもチェキのフィルムとかカラーペーパーを塗ってますんで、現役でまだ活躍してます。ここから世界中にエテルナの映画フィルムを出してたんだよね。映画の場合は撮影フィルムも400フィートが一つの単位で、400フィートって長さでも撮れる映画って5分ちょっとなので、2時間ね作品だともうそれを何百本と使っていただくわけだから、同じ品質で提供するというところは今思っても大変な仕事だったよね。そうですね。最初平野からオスカー取りに行こうっていう話を聞きまして、それだったらもうぜひ映画やってるからには一番夢のような話ですんで、ぜひということで、取り組んできました。映画って撮影から上映までいろんな工程があると思うんですけれども、その工程の中で破綻なく使う、安心感を持って使うことができるフィルムがエテルナだったっていうように思っていて、シャドウからハイライトまでのつながりの良さとか高い流浄性とか、そういったものが市場に受け入れられたのかなというふうに思っています。いや久しぶりに現場に来て白井さんに会って、そうですね。なんかアカデミー賞を取った時のことが思い出されてきて、2012年の2月11日科学技術賞はロサンゼルスのビバリーヒルズにあって、でそこでタキシードタキシード持っていきましたね。僕は買ったけどね、1回しか着なかったけどね。映画フィルム自体はね10年ちょっと前に淘汰された部分あるんだけど、やっぱりフィルム好きだっていう人は今もたくさんいて、やっぱその魅力っていうのがデジタルでも表現できるんじゃないかなっていう可能性をこの GFX エテルナは秘めてるなあというのが今回改めて思いましたね。そうですね、我々が作り上げてきた、技術とかありますけれども、その設計の思想とか、そういったものが、一部でも取り入れられてて、我々が作り始めた時と同じように普及の
名作をね。撮って映画界に、貢献できるような映像を撮れるようななればいいなというように感じますね。And action. You're set, please. Set. All right, camera set and action, Amy. With all of Fujifilm's kind of color science and skin tones and all the stuff that they've been known for in the stills world, and then pulling from their legacy as a motion picture film manufacturer, all kind of converging together into a digital cinema camera, I just thought was really, really impressive. It was really exciting for me as a colorist to work with the beautiful images that GFX Eterna filmed. When we think of cinema, we think of physical film, which is so malleable, and you can really kind of twist the image in any way you want. GFX Eterna footage was malleable, similarly to the way that film scans are. I'm always looking to work with a camera file format which won't limit me in terms of its longevity. It's really important that whatever we shoot on today lasts and looks as good as possible for the next 10, 20, 30 years. In picking the GFX Eterna, you're really picking a camera which its key strength is its medium format image quality. And as such, with its aspect ratio for a native 4:3 open gate, it really speaks to IMAX cinematography. And ultimately, Eterna creates a new platform for the next generation of filmmakers. As you can observe, we chose different models with different skin tones, all rendering really beautifully and naturally. I love the way this film stock handles color in a very full and rich and luscious way. Also, the grain structure of the stock is so tight. I've never seen anything so sharp and such a low grain level and such a high-speed film stock. 本橋さん、ここの映写ホールよく来たよね。いや、本当ですね。確かにここは本当にあれですね、あらゆるものを決める最後の、ね、場所でしたよね。やっぱ新製品を出すときに、ね、研究所でまず見て、でここででっかいスクリーンでそうでしたね。見て、もう所長とかにこう見せるときはなかなかドキドキしましたね。ね、何十回も事前に練習してるんで全然大丈夫だと思いながらも、当時から映画は映像の世界の、まあ、最高峰というか、車でいうと F1 に近いものがあって、厳しい性能を要求されるけど、やっぱり結果も出てきて、まあそうですよね。映画フィルムをこうね生産して提供するっていうことのやっぱり特別なところというのはそのフィルムを使ってたくさんの方が関わってこう映画を撮るじゃないですか。やっぱりそういうみんなの努力の、まあ、結晶になるんだっていう、まあ、緊張感とやっぱりそういったものを作ってるんだっていう誇りっていうのはやっぱありましたね。で本橋さん今もそこでねフィルムの製造の責任者で、はい、ずっとフィルムはやらせていただいてます。今も続いてんだもんね。まあ、私個人としてもすごい幸せですね。フィルムの技術文化は、まあ、今もこの足軽の地でいや本当にそうです。ずっと残ってて、まあ、それが、ね、今回の新製品にもつながってきてて、まあこれで撮影された映画を見る日ももちろん楽しみなんですけど、映画の業界の方々から「エテルナ帰ってきたんだ」って言ってもらえると嬉しいですね。もうスマホで簡単に動画が撮れる世界です。ただやっぱ映画のように
何回も見たいなとか、何十年前の映画もまた見たいなと、そういう思わせる名作品っていうのは、やっぱりまだ一握りのような気がするんですね。で今回の GFX はやはりクリエイターが使いたくなるカメラとして開発されてると聞いてるので、いろんな映像表現がもう溢れてますけども、やはりエターナルに残る作品作りに貢献するカメラというところで活躍してほしい